はい、おはようございます。今日は私からですね、2点ご報告させていただきます。1点目はですね、昨日開催されました厚生科学審議会におきまして、新型コロナウイルス感染症に関わる臨時の予防接種、これをですね、支持することについてご了承をいただきました。今回の接種でありますけれども、16歳以上の方、これを対象にですね、まずは先日承認されましたファイザー社、このワクチンにより接種を行うことといたしております。実施期間、明日17日からですね、やはりこれ、なるべくまん延防止ということでございますので、短期間に皆さんにお打ちをいただきたいということもございますので、令和4年2月28日までといたしております。またですね、接種受ける努力義務に関してはですね、まだデータが少ないということがございますので、妊婦の皆様方に関してはですね、妊娠中の方に関しては、これをですね、適用しないことといたしております。ちょっといろいろとお話聞きますと、その治験自体はですね、妊婦の方が対象にしていないということだったらしいんですが、治験中に妊娠が分かった方、こういう方もおられますし、海外でも、ご本人が受けるということであればですね、今すでに接種が始まっている中で、妊娠中の方々も受けておられるということではありますが、まだデータが十分に集まっていないということでございますので、そういう意味でですね、努力義務からは適用を外すということでございます。関係省令を交付するほかですね、速やかな接種開始の指示をですね、各自治体に発出をするということといたしておりまして、明日からまずは医療従事者向けの先行接種、これが始まります。しっかりとですね、体制を整えていただいて、これ今回はまず医療機関からということでありますが、その後、先行接種、そして医療従事者、高齢者と、その時には各自治体ですね、体制をしっかりと整備をいただきながら、その後のそれぞれ、基礎疾患をお持ちの方でありますとか、それから介護施設等々の従事者の方でありますが、そして一般へということでございますので、これからも接種体制しっかり組んでいただくためにですね、厚生労働省もですね、各自治体と協力をさせていただきながら、いろんな情報の発出させていただきたいというふうに思っております。まずこれが1点。もう1点はですね、感染の状況、これも新型コロナウイルスのあれでございますが、話でございますが、感染者の方がですね、新型コロナウイルス感染症自体は、これはもう回復をされて、もうウイルスが出さない状況ですね、要するに完全に回復されたというもとでですね、今まで受け入れをいただく医療機関に対していろんな対応ということでですね、これ、診療報酬の加算等々も増やしてまいりましたが、医療機関だけではなくてですね、新型コロナウイルス感染症対処方針、基本対処方針においてもですね、書かれているわけでありますけれども、高齢者施設におけるですね、受け入れ、これをですね、促進をしていくことと、今までもお願いしてきたんですが、これをさらに促進をするという意味もございまして、そういう意味でですね、介護報酬上の特例的な評価を行うということで、介護報酬上でですね、加算をつけさせていただきまして、これですね、具体的には対象前連携加算というやつで500単位なんですけれども、30日間算定ができるということにいたしまして、しっかりと介護施設等々でもですね、お受け入れをいただきたいということで、今般ですね、皆様方にこのような形でご報告をさせていただくということでございます。私からは以上でございます。それでは何かご質問ございますればお願いいたします。